1960年代半ば、ビートルズをはじめとしたイギリスのロックバンドがアメリカで大成功を収め、ブリティッシュ・インベージョンと言われました。それに対してこうするように出てきたアメリカのバンド、その筆頭に挙げられるのが今回紹介するザ・バーズでしょう。彼らはフォークロックと呼ばれ、後のロックに大きな影響を及ぼします。今回はそのザ・バーズの初期の作品を紹介します。ザ・バーズの中心人物、ロジャー・マッギンは1942年アメリカ・イリノイ州シカゴで生まれます。出生名ジェームス・ジョセフ・マッギン3世というそうで、そこから当初ジム・マッギンと名乗っていましたが、1967年にロジャー・マッギンに改名しています。彼は14歳の時からギターを弾き始め、フォークソングに没頭し、音楽学校で12弦ギターとバンジョーを学び、ミュージシャンを志します。時代的にはアメリカでフォークソングリバイバルの動きが活発になっていた時期、コーヒーハウスと言われた、ライブハウスのようなところでソロで演奏したり、サポートミュージシャンとして活動をしました。それが1964年頃にはビートルズに傾倒し、フォークソングとの共通点を見つけ、コーヒーハウスでフォークを聴きに来たお客さんの前でビートルズの曲を演奏したりもしましたが、反応は散々だったようです。そんな中で出会ったのがジーン・クラークとデビッド・クロスビーでした。ジーン・クラークは1944年生まれ、ミズーリ州の出身。少年の頃から父親にギターとハーモニカを学び、11歳から作曲も始めるという早熟な少年だったようです。彼もまた50年代末からのフォークソングリバイバルに感化され、フォークグループを結成して活動をしました。また彼もマッギンと同じように1964年ビートルズを聴き、フォークグループを脱退し、ロサンゼルスでマッギンと出会っています。デビッド・クロスビーは1941年カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれています。父親は著名な映画の撮影監督であったフロイド・クロスビー、兄はミュージシャンのイーサン・クロスビーで、ジョン・コルトレインやマイルス・デイビスなどのジャズを好んでいたようです。デビッドも兄の影響からそれらに傾倒していきます。その後音楽で身を立てようと活動していきますが、くすぶっている状態のところ、ロジャー・マッギン、ジーン・クラークと出会い、グループを結成します。この時クロスビーと交流のあったジム・ディクソンがグループのマネージャーとなっています。このグループは当初ジェットセットと名乗っていました。彼らは自分たちのルーツにあたるフォークとビートルズのようなロックンロールの融合を目指し、1964年半ばにドラムスのマイケル・クラークを加入させます。ところが彼はセミプロとしてコンガを演奏してはいましたが、自分のドラムセットを持っていなかったそうで、ドラマーとしては素人に近かったみたいです。彼が選ばれた理由は、ローリングストーンズのブライアン・ジョーンズに風貌が似ていたからだそうです。1964年10月にエレクトラレコードと単発契約をし、バンド名をザ・ビーフィーターズとし、シングル Please Let Me Love You をリリースしますが、不発に終わったようですね。同じく1964年10月にベースのクリス・ヒルマンが加入。彼もまたカントリー・ブルーグラスのマンドリン奏者で、ベーシストではありませんでした。マネージャーのジム・ディクソンの人選のようですが、マイケル・クラークにしろクリス・ヒルマンにしろルックスで選んでる説はありますね。デビュー当時のザ・バーズの写真を見ると、デビッド・クロスビーは丸顔の可愛い系ですが、他の4人は長身のイケメンが揃ってると思うんですけど、どうでしょう。グループがエレクトリックなロックバンド編成になっていくのと合わせて、マッギンはリッケンバッカーの12弦エレクトリックギターを使い始めます。これはビートルズの映画A Hard Day's Nightを見て、ジョージ・ハリスンの弾くリッケンバッカー12弦に強い影響を受けてのことでしたが、その後もマッギンはリッケンバッカーの12弦を使い続け、そのサウンドが彼の代名詞となっていきます。また同時期、ジム・ディクソンのコネでボブ・ディランの未発表曲ミスター・タンブリンマンのアセテート版、おそらく非売品のプロモ版みたいなものでしょうね。これを手に入れてロック調のアレンジでカバーします。ディクソンはディランをスタジオに招き、
そのカバーを聴かせると、ディランはとても良い反応を示したようで、ここである意味お墨付きをもらったってところがあったのでしょうね。1964年11月にバンドはコロンビアレコードと契約。バンド名をザ・バーズに改めます。1965年1月よりレコーディングに入りますが、しかしシングルミスター・タンブリンマンの演奏はプロデューサーのテリー・メルチャーの判断で、マッキン、クラーク、クロスビーのボーカルとマイキンの12弦ギター以外はスタジオミュージシャンによる演奏となりました。特にドラムのマイケル・クラークとベースのクリス・ヒルマンに関しては、そのパートをやり始めて間もない時期だったのでしょうがないところはあったでしょう。しかしこのことにバンドは抗議し、3月からのアルバムのレコーディングでは演奏の上達が認められて、バンドメンバー全員揃ってのレコーディングになりました。1965年4月、シングルミスター・タンブリンマンリリース。大ヒットとなり全米チャート1位を獲得します。そして1965年6月にファーストアルバムミスター・タンブリンマンをリリース。アメリカで6位、イギリスで7位というヒットを記録します。1曲目ミスター・タンブリンマン、彼らのデビュー曲にして最大のヒット曲。ボブ・ディランの曲で、レコーディング時には未発表曲でしたが、ザ・バーズのシングルがリリースされる1ヶ月前、1965年3月リリースのディランのアルバム Bringing It All Back Home に収録されました。ディランのバージョンはシンプルな弾き語りのスタイルですが、ザ・バーズのバージョンは印象的な12弦ギターのリフから始まり、マッギン、クラーク、クロスビーによるハーモニーが広がりを感じさせるアレンジになっています。どこかドリーミーで、いつ聴いても色褪せない曲だなと思います。2曲目 I'll Feel a Whole Lot Better、放題すっきりしたぜです。ジーン・クラーク作によるアップテンポのキャッチーな曲。このファーストアルバムにはメンバーによるオリジナル曲は5曲収録されていますが、その全てにジーン・クラークは関わっていて、ザ・バーズの初期のメインソングライターが彼だとわかります。かき鳴らされるギターと清涼感のあるメロディー、後にジャングルポップと呼ばれるインディー系のギターバンドの大元がここにあるように感じます。3曲目スパニッシュハーレムインシデントはボブ・ディランのカバーですね。他にセカンドシングルとしてリリースされた7曲目 All I Really Want to Do、 11曲目 Chimes of Freedom 自由の鐘ですね、ミスター・タンブリンマンも合わせて4曲のディランのカバーが収録されています。4曲目の You Won't Have to Cry、クラークとマッキンによるオリジナル曲です。5曲目 Here Without You、 8曲目 I Knew I Don't Want You はジーン・クラーク作によるしっとりとした渋めの曲です。独特の響きを持つコード構成とハーモニーでじわっと心にしみる感じですね。彼が初期から高い作曲スキルを持っていたことが伺えます。6曲目 The Bells of Rimney、 リムニーのベルですね。これはフォークリバイバル運動の中心的人物ピート・シーガーの曲のカバーです。前々回ビートルズの動画で If I Needed Someone についてインド音楽の影響って面で語ったんですけど、ジョージ・ハリスン自身がこのリムニーのベルからの影響を語っていたそうです。確かにギターリフがそっくりですね。9曲目 It's of No Use、 クラークとマッキーによるアップテンポのエッジの立った曲です。10曲目 Don't Doubt Yourself Babe、 女性シンガーソングライタージャッキー・デシャノンからの提供曲です。ボディドリー風のリズムアレンジになるのが面白いですね。12曲目最後の曲は We'll Meet Again、 また会いましょうです。1943年のミュージカル映画の主題歌で、主演のベラ・リンが歌った曲です。そして1964年スタンリー・キューブリック監督の博士の異常な愛情でもエンディングテーマとして使われました。ザ・バーズは博士の異常な愛情でのブラックユーモア的な皮肉っぽい使われ方を見てこの曲を気に入ってカバーしたみたいですね。以上12曲のアルバムでした。このザ・バーズのデビューをしてフォークロックというジャンルが成立したと言われています。1964年にアニマルズが朝日の当たる家をヒットさせ、それが最初のフォークロックだという論評もありますが、アニマルズは基本的にブルース、
R&B を志向するバンドで、たまたまフォークソングを取り上げたというところがあります。対してザ・バーズはバンド結成時のコンセプト自体がフォークソングとロックの融合だったのだと思います。そのコンセプトは彼らのデビュー、ファーストアルバムから見事に形になっていて、やはりフォークロックの形成に最も重要な役割を果たしたのは彼らザ・バーズだったのではないかと思います。もちろんボブ・ディランも大きな役割を果たしています。1965年のアルバム Bringing It All Back Home からエレクトリックなバンドのスタイルを取り入れ、1965年7月のニューポートフォークフェスティバルで当時のフォーク界最大のスターであったディランがエレキギターを持ってステージに上がり、ロックバンドのスタイルで演奏したことは非常に象徴的な出来事として語り継がれています。アメリカのロックはこの時に生まれたとまで一部では言われているようです。ザ・バーズに話を戻しますと、彼らのフォークロックとイギリスのバンドを聴き比べて感じるのは、イギリスのほとんどのバンドが多かれ少なかれ R&B やブルースなど黒人音楽を志向してリズムの要素を重視していたように感じられるのに対し、ザ・バーズにはそういった要素があまり感じられない。それは初期においては特にリズム隊の技術不足からそうなったとも考えられますが、それよりも何もかき鳴らされるキラキラとしたギターと美しいハーモニー、そこがやはりザ・バーズのフォークロックの肝なのだと感じます。それがとても新鮮に響いて、当時のアメリカの若者たちに広く受け入れられた。従来のフォークやロックンロールや R&B とはまた違った新しい音楽としてフォークロックは浸透していったんじゃないかなと思います。ごめんなさい。本当はこの動画でサードアルバムくらいまで行くつもりだったのですが、ザ・バーズについては結構語りたいことが多くありすぎて動画が長くなりすぎるので、今回はここまでにしときます。続きはまた後日ということで。ではご視聴ありがとうございました。